かれたね。赤だ。みんな大好き？はい、初見売買が過ぎる挨拶を済ませたところでですね、どうもこんにちは、ふかれです。いつも動画見てくださってありがとうございます。本日はですね、ちょっと遅くなってしまったんですけれども、少し前に募集した質問コーナーの回答編ということで、前回やったのがね、2万人の時で1年半ぐらい前だったと思うんですけれども、まあそこからね、新しく見てくれるようになった人も、そこからずっと見てくれてる人もそうなんですけど、まあ改めていろいろこう聞いてもらってお話しすることで私のことを知ってもらえればなと思って開催しております。で、予定なんですけど、この動画は前編後編の2つに分けまして、パーソナルなこと、それから音楽、演奏に関することっていうことの2つのジャンルで、区切ってお届けしたいなと思っております。ということで、前置きが長くなりましたが、ここに質問を用意しておりますので、早速参りたいと思います。どうぞ。また質問コーナーやってくれるなんて嬉しみが深ね。せやな。ふかれさんのことは本当に大好きで質問も絶対に読んでいただきたいので、質問コーナーの開催が決定した時から第一弾を見返し、質問が被らないよう用意してきました。この熱量は誰にも負けません。これは絶対採用されるはずです。この努力をもってすれば。ということで早速質問です。ふかれ2代目のお面は作らないんですか？鋭意制作中ではあるんですけれども、1代目をつけてた時にお面が怖くて画面が見れないっていうね、意見をいただいたりともしてたので、いいのができたらつけますが、それまではずっとしばらくこんな感じでお届けするかなというふうに思います。お好きなバンドを教えてください。昔からよく聴いてるのはバンプオブチキンです。ピアノカバーはあまりできてないけど好きでよく聴くよっていう曲、もしくはアーティストは何ですか？今言ったバンプオブチキンと安藤優子さん、大橋トリオさん、Perfumeあたりはプレイリスト作れるぐらいアルバムは何本も持ってますね。好きなボカロ P さんはいますか？笹倉ゆうけいさんです。歌い手、ボカロを知ったきっかけは何ですか？中学生の時に兄が動画サイトを開いて、やべえ音楽があるって持ってきたのが裏表ラバーズ、メルトあたりだったんですよね。こんなん歌えないじゃん人って言ったら歌ってる人がいたっていう。何ラーメンが好きですか？細麺が好きなので、多分九州のラーメンが好みなのではないかなと思っております。キノコの山とタケノコの里、どっち派ですか？この論争、過激派に巻き込まれたくないなと思いつつ、タケノコを割と買うことが多いです。ポッキー派かプリッツ派かトップ派、どれですか？やっぱこれだねー。一番可愛いと思う女の子の髪型はありますか？本人に似合ってるのが一番だと思うんですけど、割と長いのとかハーフアップとか好きかもしれない。好きな食べ物は何ですか？チョコレート、ブドウ、グレープフルーツ、チョコレート。いつもいるハリネズミちゃんたちはどこから来たのでしょうか？実はここにいるんですけど、ハリネズミを除いて全てもらい物です。ハリネズミはですね、雑貨屋さんにいたんですけど、一目惚れしてから3ヶ月ぐらい声をかけようかずっと迷い、思いが変わらなかったので告白してうちに連れてきました。今一番欲しいものは？毎年ね、1個大きな買い物をする目標を立ててるんですよ。実は2019年まだ定まってないんですよね。デスクトップ、液タブ、エレアコのどれかが欲しいなっていうのを思ってるんですけど、そこまで物欲センサーに反応してきてる感じがないので、まだ買ってないです。実はこんな趣味がありますとかありますか？ないんですよね。好きな季節はいつですか？春は新学期のトラウマ、夏は大汗っかきのトラウマ、冬は寒いということで秋です。即興ソング作ってみてください。ぶんちゃっちゃぶんちゃ寝起き。こしあん派ですか？つぶあん派ですか？白あん派ですか？中村あん派ですか？ちなみに僕は中村あんさんとつぶあんが食べたい。子供の頃に好きだった絵本はありますか？今は全く読書しないんですけど、小さい時うち絵本大国みたいな感じだったので、ボビーと空色のヨット、ほわほわ家族、山梨もぎ、馬方ヤマンバ、ずっと大好きだよ。意外と絵本の話は止まらないかもしれないです。一番好きな歌い手さんは誰ですか？1番2番とか決めたくないんであれなんですけど、エボさんかな。好きな漫画やアニメはありますか？おすすめのがあれば教えてください。買ったことある漫画としては、ワンピース、銀魂、ベルゼバブ、四季、アヒルの空も結構好きだったんで、今度アニメ化するって聞いて楽しみにしてます。最近ハマってるスマホゲームは何ですか？寝落ちしやすいので、数読をずっとやってます。小さい頃よくしていた遊びやゲームを教えてください。ポケモンの緑、ハムスタークラブ、6つの金貨とか。音ゲーとかやります？今やってないんですけど、ちょっと前までデレステやってました。曲がすごい良くてやってて楽しかったです。髪が長い時、最長でどのぐらいでしたか？このぐらいあったと思います。美容院代がね、年に2回ぐらいで済んでましたね。身長は？ 175。今度友達とドリップガソリンを飲みに行く予定です。そこで深根さんに質問です。一番おすすめのガソリンは何ですか？また僕は廃屋が好みなのでお願いします。いい生活してますね。灯油が好きです。兄弟いますか？お姉さんがいそうと予想。3つ上に兄が1人おります。質問が思いつかないのでドラえもん書いてください。あわー。
自分の性別はどう思ってますか？中性的なイメージしかなかったので。これ変に答えちゃうと公衆トイレとか銭湯とかに行けなくなっちゃうんであれなんですけど、普通に女性です。ただファッションとか考え方とかライフスタイルみたいなのは性別がこうだからこうっていうことにはなるべく縛られないでいきたいなというふうに思っています。ティッシュか石鹸か体重計、この中で結婚するならどれがいいですか？王道で体重計かな。結婚したいおでんの具は何ですか？はんぺん。彼氏いますか？いません。彼女はいますか？いません。学生時代の恋の話が聞きたいです。この手の質問がすごい多かったんで、みんなやっぱ恋バナ好きなんだなって思いました。あんまりね面白い話ないんですけど、学生時代にお付き合いした人が一人だけいるんですけど、そこで初めて自分の恋愛観が一般的ではないということに気づいてしまい、すぐ振っちゃいました。お金さんは好きな異性のタイプとかありますか？尊敬できるところがある人で、向こうも自分のどこかしらを尊敬してくれてる人っていうのが理想なんじゃないかなって、まあ男女問わずですけど。遠距離恋愛についてどう思っていますか？好きならいいんじゃないですか。小学校、中学校、高校の中ではどの時が一番楽しかったですか？これはもう圧倒的に高校でした。気の合う仲間が多かったっていうのがあって、今連絡取ってるのって全部高校の友達ってぐらいです。学生時代の得意科目と苦手科目は何ですか？これ高校の入試の面接で聞かれたんですけど、苦手だって思った瞬間に頭の回転率ってちょっと下がるらしいから、あんまり苦手だと思わないようにしてたんですけど、答えがパシッと出るから数学は好きで、すごい悪い先生に当たったので音楽は大嫌いでした。お金さんは学生の時理系文系どちらでしたか？学校の授業は文系取ってました。世界史に取りました。お金さんは学生時代どんなキャラでしたか？私は現在進行形陰キャです。中学の時はクソ真面目勉強野郎、答え見してくれる係。高校は変なやつ。高校時代の成績が知りたいです。このコメントを見てから部屋中を探し回ったんですけど、どこにもない。前期後期3年間ちゃんと通ったはずなのに、卒業してるはずなのにどこにもないの。どうしちゃったんだろう。お金さんのモチベーションの上げ方を教えてください。ご褒美を作るってことをしてました。これが終わったら好きなアーティストの新曲を聴こう。もうとっくに発売されてるけどまだ聴かないでおいて聴こう。先に楽しみを持っておいて、それを迎えた時の自分が胸を張れる自分であれるようにみたいな風に思ってました。小中高で深根さんは何部でしたか？一輪車をすごいやるサークルにいたような記憶はあります。中学の時は2ヶ月で吹奏楽部を辞めて帰宅部。高校は1年半サッカー部をやってその後帰宅部です。深根さんは車を運転しますか？免許を絶対持ってた方がいいよな、取らなきゃと思いつつ、友達が免許合宿に付き合ってくれる年齢を過ぎてしまったこの時まで取れずにおります。今音楽関係やそれ以外で何かやってみたい職業とかお仕事ってありますか？学校の先生とお医者さんはやってみたかったなって思うので、来世があったらスペイン語でいただきました。私にとって人の好きな色はそれについて多くを語ります。それであなたの好きな色は何ですか？ Me gusta el blanco y el azul y el negro. YouTube に動画を投稿しようと思ったきっかけは何ですか？もともと Twitter で動画を上げてたんですけど、それをYouTube に誰か違う人が勝手に載せちゃって、自分で管理できないのが困るなと思ったので、自分でチャンネルを作って投稿し始めたっていうのがスタートです。動画投稿を始めてから日常生活で何か変わったことはありますか？やたらと動画のネタを探すようにはなりましたね。あんまりこういうトーク系の動画はやらないですけど、いつかもっと増やしたいなっていうふうには思ってるので、動画欲っていうのは日々何をするにも思ってることですね。普段 YouTube で音楽以外の動画は見ますか？むしろ音楽そんな聞いてないかもしれないっていうぐらい他のジャンルの動画もいっぱい見ます。リスナーさんにこういうことはしないでほしいっていうことはありますか？他の人の迷惑になったり、他の人を困らせたりしないかな、自分の行動や言動がっていうことは、どこで何をするにしても普通に人として考えれる人であってほしいなっていうふうには思います。一番嬉しいコメントは何ですか？1番2番とかはないんですけど、元気が出ましたとかぐっすり寝れましたとか、画面の向こうの人たちの生活になんかプラスの影響を与えれたんだなっていうことが分かるようなコメントはやっぱりすごい嬉しいし、モチベーションになりますね。踊る予定はありますか？今までの人生で一番青春だったことを教えてほしいです。これは動画始めてから今に至るまでだと思います。やりたいことがあって、それをやるためにどうしようかっていっぱい考えて、でやりたいことをやり続けれるっていう青春なのかなって思います。深根さんの声がすごく好きです。歌ログでもっと長く聞きたいのですが、今後どうですか？歌ログはあともうちょっと聞きたいっていうところでやめておくのがおすすめです。ピアノの音は好きですか？僕は落ち着くのでとても好きです。どっちかっていうとギターの方が好きです。 YouTube でのチャンネル登録者数が100万人突破したら何やりたいですか？何やろっかね。なんかみんなでパーティーでもしますか？私もいつか演奏動画を上げてみたいなと思ってるんですけど、でもやっぱりお金はかかりますよね。学生でも手軽にできる方法とかあれば教えてほしいです。
お金さんは初期の頃はどんな感じで録音して編集してましたか？ Twitter で昔動画やってたって言ったんですけど、その頃のやつはもう全部携帯撮りで、あと無料の動画加工アプリで尺切ったり色変えたりとかしてやってました。この曲弾いてほしいっていうリクエストって受け付けていますか？受け付けてないです。リスナーにこの場を借りて言っておきたいな、守ってくれたら嬉しいなってことありますか？この場を借りて言っておきたいことはいつもありがとうございます。 T シャツの他に作ってみたいグッズとかってありますか？ある。みんなが身につけてくれるようなものだったら何でも作ってみたいなって思います。お金さんはグッズ発売など握手会などはやる予定はありますか？握手会ってなんかアイドルみたいなね。なんかやれる機会があればみんなと会って直接いつもありがとうって言いたいなっていうふうには思ってます。計画性が全くありません。何かアドバイスください。計画性がありません。何かアドバイスください。弱点を教えてください。泳げません。お金さんは泣きたい時辛い時はどうしますか？教えてほしいです。辛かったり悲しかったりしてないな。人か？人生相談的な何かです。最近どうしても自分と他人を比べて遅れているような気がしてしまって焦っています。どうすればいいでしょうか？ニアっていう曲の最初の歌詞がすごく好きなんですけど、同じに見えて他人は全然自分と同じじゃないし、焦るぐらいだったら自分のペースで歩いていこう。お金さんがピアノに出会ってなかったら何をしていましたか？多分スポーツをやってたんじゃないかな。今まで見た夢の中で一番怖かった夢は何ですか？背中にスズメバチを背負った80ぐらいのおばあちゃんが日本刀を二刀流で持ってすんごい速さで走って追いかけてくるのを殺されないように逃げなきゃいけないんだけど、最終的にめった切りにされるっていう夢は 2,3 回見てます。台湾に来たことありますか？あります。1回だけだけど楽しかったのでまた行きたいです。ピアノ弾いてる時以外で楽しいなと感じる瞬間はどんな時ですか？昔からパソコンいじってるのがすごい好きなので編集作業が楽しいです。ズバリ今後の目標は？意識低い系なんであんまり目標とかないタイプなんですけど、今やってることをもっとクオリティを高めていって新しいことも始めつつ、望んでくれる人たちにはちゃんと顔を見てありがとうっていうことを言えるようにイベントみたいなものも作りたいなっていう風に思ったりしてます。何の予定もないんですけどね。皆さんの疑問は少し解決したでしょうか？たくさんのコメントありがとうございました。なんか質問コーナーってどのぐらいのスパンでやればいいものなのかわからないので、また第3回があるってなったら質問を送ってもらえればなと思います。次の動画は多分質問コーナーの後編が出ると思うので、音楽関係の質問をした記憶があるという人はそちらをぜひご覧ください。とりあえず今日はここまでです。また次回の動画だったり配信だったりでお会いしましょう。バイバーイ。